こんにちは、まゆみです。今回は YouTube 登録者10万人記念ということで Q&A をしていきたいと思います。2020年の1月にこのチャンネルを始めたんですけど、こんなにもたくさんの方にご覧いただけて本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。そしてこちらに銀の盾も届きました。ちゃんとね、大人女子の山登りって刻印されているんですよ。すごい感慨深いです。で、10万人記念何をしようかなっていろいろ考えていたんですけど、普段から YouTube のコメントや Instagram の DM で質問をいただくことが多いんですよね。で、それに対しては個別にお答えしていたんですけど、せっかくだったらこういうふうなまとめてね、皆さんの質問にお答えしていく機会もいいかなと思って、今回はその質問コーナー Q&A コーナーの動画を作ることにしました。で、私の SNS、Instagram、X、YouTube のコミュニティで質問を募集したところ、すっごくたくさんの方に質問を送っていただきました。本当にありがとうございます。で、当初は全ての質問に答えるつもりでいたんですけど、100個以上集まったので、ちょっとね、100個以上だと動画がすっごく長くなってしまうので、重複している質問はまとめてお答えするとして、なるべくテンポよく、質問を答えていきたいなと思います。50個ぐらいあります。はい。なのでちょっと長くなってしまうんですけど、ラジオ感覚で、聞いていただけたらなと思います。それでは早速スタートです。YouTube を始めたきっかけは、私2019年に長野県に移住してきたんですけど、その時までは有名な結構山を登っていたんですよね。だけどこっちに引っ越してきたら里山にすごくいい山がいっぱいあったので、でもそれってあんまり知られてないから、それをちょっと紹介していきたいなと思って YouTube を始めました。一番お気に入りの動画、全て全力で作っているので一つに決めれません。ただ強いて言えば最近のキナバル山の動画はちょっと渾身の一作かなと思います。どの辺が渾身の一作？そうですね、本当にキナバル山辛かったんですよ。で、その思いとか私の心の変化とかがよく現れている動画かなと思います。登山を始めたきっかけは、私2012年に始めたんですけど、その時フルマラソンにいろいろ挑戦していて、で夏も練習したかったんですよね。だけどその時名古屋に住んでたので、名古屋の夏ってめちゃめちゃ暑いんですよ。で、練習ができなくて、で友達に相談したら、山は夏でもダウン着るぐらい涼しいよって言われて、じゃあそれならコーチトレーニングもなるし、夏バテ対策にもなるから山登ってみようって思って、始めました。登山にはまったきっかけは、そのね、最初に行った山が八ヶ岳の赤岳だったんですよ。今じゃちょっとね、初心者なのにどんな山行ってんだっていう感じなんですけど、その時に見た景色が本当に素晴らしくて、もうそっから自分の足で歩いたらこんな景色が見えるんだって思ってすっかりハマりました。ただその時にもしガスってて何も見えなかったら、こんなにハマってなかったかもしれないです。登山の魅力、リセットできる、達成感がある、ポジティブになれる。具体的には結構私もやもや悩み事がある時とか山に登ることが多くて、登るとなんでこんなちっぽけなことで悩んでたんだろうって思うことがあるので、やっぱ山にはそういう力があるなっていうのを感じています。今まで何座登ったか私ね、数えてないんですよね。でも百名山は確かこの間数えたら43座でした。いや、思わないです。私登りたい山に登りたい派なので、そういうコレクター欲とか制覇欲がそんなないんですよね。なんでもう本当気が向くままに、私の気の赴くままに登っている感じなので、百名山にそんなこだわってないです。
一番好きな山、これねほんとよく聞かれるんですけど決めれないんですよね。やっぱその行く時期とか天候とか誰と行ったかによっても全然違ってくるので、もう登った山全部、あえて言うなら何回も登った山、中央アルプスの木曽駒ヶ岳とか八ヶ岳とかは多分好きだから登っているのかなとは思います。一番きつかった山はやっぱキナバル山ですね。もうちょっと本当に下山した後にもう一回登るって言われたら、いやまだちょっといいかなって思ったので、今となってはちょっと登りたくもなってきてるけどきつかったですね。もう一度登りたい山は槍ヶ岳、北岳、あと五竜岳、空木岳、この4つはもう過去に登ってるんですけど YouTube に撮ってないので、今もし私が登ったらどんな風に撮れるのかなっていうのがあって、そうこれはね登って動画にしたいですね。あともう一個は鳥海山、これはね天気がね良くなかったんですよね。なのでもう一回登ってリベンジしたいなとは思います。いっぱいあるけどほっとするのは私のトレーニング山というか地元の山の高津屋山っていう山で、そこから見る中央アルプスを見た時にはすごくほっとしますね。絶景スポット？どこも絶景じゃない？山の上どこだろう。スポットなんか雲海出てたらもう絶景だし、ちょっとたくさんありすぎて分かんないな。最大級の大ピンチ、やっぱりあれですかね、赤岳高専のテントポール忘れ事件。もうこれ本当にテントポールなくてどうしようって固まったのを今でも覚えてます。未だにね、すれ違った人、登山道ですれ違った人とかでもテントポール持ってきたっておっしゃってくださったりとか、未だに YouTube のコメントでね、テントポール忘れたのが一番気に入ってますって言われたり、最近そういうポカミスがないですねっていう風に言われるんですけど、ちょっと気をつけてます。忘れ物しないようには。きつい登り、山頂で何食べようとか、なんかいい景色、どんな景色が待ってるんだろうとか、楽しいこと考えてます。映像では笑顔なんですけど、多分カメラ回ってない時はすっごいしんどそうにしてます。これ職業病です。これから行きたい山、7月は本当たくさんの山に登る予定なんですよね。富士山だったり、ツアーで行く硫黄岳、白馬重曹、屋久島にも行くんですよね。で夏は台湾の3泊4日ぐらいで重曹したりとか、そう結構もう予定がもう詰め詰めで入ってます。で秋とかには東北の山とか四国の山に行きたいなって思ってます。まだあの辺全然行けてないので紅葉を見に行きたいですね。玉山に登りたいっていう方結構いっぱいいらっしゃるんですけど、なんかねやっぱパーミッション取るのに抽選なのでなかなか取れないっていう感じなんですけど、意外と現地のツアー会社さんとかに申し込むと取れたりとかするらしいので、そう現地のツアー会社とか、日本でそういうツアーに申し込むとか、そういう感じでやるのが一番玉山に登れる近道なのかなって思います。水晶とか赤石ですよね。水晶だけ行くんだったら相棒の新田愛と行きたいので、来年以降一緒に行きたいなって思ってます。はい、新田愛との出会いは新田愛も私も名古屋のモデル事務所に所属しているので、その時からの知り合いなんですけど、2017年かな、一緒に山に登ったことがきっかけですごく仲良くなりました。だから10年ぐらいかもうね。で愛ちゃんが山小屋に勤めている時に会いに行ったりとか
今ではおからいニッタのブランドを手伝ったりとかしています。好きな高山植物めっちゃいっぱいあるぞ。コマクサ、ニッコウキスゲ、ウツボグサ、車より、ゴゼンタチバナ、トリカブト、言い過ぎですねたくさん好きです。そうですね、高山植物は昔からすごく好きで、ただなかなか覚えられないんですよ。で、次の参考では忘れちゃうんですけど、やっぱ YouTube で花のテロップを出すようになってから結構覚えるようになったので、最近は歩いたらこれ白山一芸とかこれ日光キスゲとか、もうほんとそういう風にポン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 名前が出てすごい楽しくなりました。山小屋泊デビュー、やっぱりいろんな設備が整っている燕岳の円山荘かなと思います。小屋も綺麗ですし、トイレも綺麗、ご飯も美味しい、ケーキセットもある、生ビールもある。ただ行くまでにちょっと遠いんですよね。あとは上高地の徳沢園とか、もうあそこはもう完全にホテルみたいな感じなんですけど、いいですね。ああいうとこに泊まったらもう山小屋最高ってなる気がする。結構ね、八ヶ岳の山小屋とかもご飯が美味しかったりで、アクセスがすごくしやすいんですよね。 1,2 時間歩くだけで小屋に着くので、体力があるなら円山荘だけど、ゆっくりのんびり歩きたいっていう感じだったら北八ヶ岳の山小屋だったり、上高地の徳沢園とか上高地の小屋とかがおすすめかなって思います。初めてのアルプス、やっぱりロープウェイとかバスとかで標高を一気に稼げる山がおすすめかな。中央アルプスの木曽駒ヶ岳だったらロープウェイで標高2612メートルまで行けるんですよね。でもロープウェイ降りた瞬間からもう大絶景なので、そういうところだと初心者の方でもアルプス入門としてはいいのかなって思います。あとはバスで行ける乗鞍岳とか、ちょっと乗鞍岳は足元が岩がゴロゴロしているところがあったりとかするんですけど、バスを降りた瞬間お花畑が広がってたりとかするので、そこもすごくいいですね。65歳以上の初心者の方の小屋泊登山、そうですね、体力とかその方のその登山レベルにもよって変わってくると思うんですけど、もし私が両親を連れて行くんだったら、先ほどもお話しした中央アルプスの千畳敷を散策をしたりとかですかね。ホテル千畳敷っていう立派なホテルがあるので、そこに泊まって星空見たりするのもすごくいいかなって思います。あとは立山の、室堂周辺の散策とか、あそこはもう本当に一周回るだけでも十分楽しめるようなところなので、三栗ヶ池温泉とかに泊まって1泊2日過ごすのもいいなって思います。関西の山ね、あんまり行ったことがなくて、六甲山と金剛山しかないんですよね。あと熊野古道か。でも熊野古道はすごく好きですね。中辺地とか全部通して歩きたいなって思います。やっぱ雰囲気が熊野古道だなっていう感じの雰囲気がやっぱあるんですよね。いつかは全部スルーハイクしてみたいなって考えてます。ザレバガレバ、そうですね、ザレバはやっぱり小股で歩くことかな。あとはストックを使うとか、結構大股で歩いちゃうとずるっていっちゃうので、もう本当にちょこ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 って感じで私は降りていきます。登る時もそうですね、基本的にちょこ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 歩く感じですね。でガレバはもう本当に段差が少ないところを選んで歩く。一気にガーンっていくと膝とかに来ちゃうので、もうなるべく見極めながら歩くってことがいいのかなって思います。あと手をしっかり使って、危ないなって思ったらもうストックを使うよりはガレバとかはもう手を使った方がいいと思うので、
しっかりと岩をなんか掴む感じで歩いていきますね。山の天気予報は私すごいいろんな天気予報を調べます。最近だとウィンリー、登山天気 .jp、 あと山天、あとウェザーニュース、これね4つ全部サブスクに入ってます。やっぱ天気が結構大事なので、そうもうこの4つを毎回全部チェックして1週間ぐらい前から調べてますね。熊対策、これねよく聞かれるんですけど、私は一人で行くことが多いので、もうなるべく人が多いところに行く、そして人がよく歩いているところを歩くようにしています。でちょっと裏山とか行きたいっていう時は自治体のホームページとかで熊の出没情報とかが出ているので、それをしっかりとチェックして、で最近出てたらもうその山はなるべく行かないようにするとかで、もし行きたい場合は一人じゃなくて誰か複数人で行くとか、そういうふうになるべく熊と会わないようにするのが対策かなと思って、そういうふうにしています。女性ハイカーの不安、私山の中で怖い思いをあんましたことないんですよね。で強いて言うならテント泊した時にすごい鹿なのかなんか獣が本当テントのすぐそばにいたような気がして、カサカサ音がするのが怖くてちょっと寝れなかった時はあります。ただ基本的にはそんなに怖い思いはあんまないですね。何もしてないです。ルート外れ一人で行くことが多いので、そのルートを間違えないようにとか、どういうルートかっていうのを事前にしっかりと調べていくので、登山アプリとかだとこの辺道迷いしやすいよっていうのが書いてあったりとかするんですよね。なのでそういうのをしっかりとチェックして迷わないようにしたりとか、そういう対策はしています。トイレ問題、あれですよね。トイレが山小屋がない場所とかどうしたらいいのっていうことですよね。トイレ問題ね。一応私はエマージェンシーのキットの中に携帯用トイレ入れていくんですけど、一回も使ったことがなくて、というかねすごい忘れるんですよね。行きたいなって思ってそのまま黙々と歩いてたら、気づいたら下山した後も忘れているっていうことがあったりとかします。気にしないことお腹ね壊したことあるんですよ。実は北アルプスの稜線のところで、もうすっごいお腹痛かったんですけど、もうそのまま急ぎ足で稜線歩きました。でもその時も多分忘れた気がします。忘れるのが特技かもね。女性の日すごいそこは本当悩みなんですけど、私結構かぶるんですよ。で量もお腹痛い腹痛も結構ひどい方なのですごい困るんですけど、もうなんならこの間のキナバル山の時もがっつりかぶっててすっごいしんどかったんですよ。だけど前もってお腹痛くなったりすると思って痛み止めをなるべく早めに飲んだりとか、あとミレーのサニタリーショーツが蒸れなくてすごくいいので、もしその山の時になったりした場合はそのサニタリーショーツとかで蒸れ防止対策とかしてますね。だけどこればっかりは仕方ないかな。低山の虫、そうですね、虫、私も昔はすごい苦手だったんですけど、山をやるようになってだいぶ慣れました。もう気にしない。ファーストエイドポーチは、グラナイトギアのこちらです。何でもいいかなと思って軽くて使いやすいのでずっと使ってます。お気に入りの行動食、なんか私行動食その日の当日の朝コンビニで調達することが多いんですけど、大福、どら焼き、カステラ、セブンのこの3種はいつもチェックします。あと鶴屋のドライフルーツとか、あと柿の種、ちょっとしょっぱいのが食べたい時に柿の種とかですかね。
カフェタイムセット、なんかおしゃれですね。コーヒー飲みたい時は自分のお気に入りのコーヒー豆を持ってきて手引きして、でお気に入りのミニマライトのコップがあるのでそれに入れて飲むことが多いですね。でお湯を沸かすのがちょっとバーナーでお湯を沸かすのが大変だなっていう時は山泉ボトル、今サーモスのものを使ってるんですけど、それにお湯を朝入れて山頂で飲むってことが多いかなと思います。山で作れる簡単レシピ、お気に入りはパタゴニアの缶詰なんですけど、この缶詰がすごく美味しいのでこれで作るパスタとかおすすめです。高川山、去年登った山梨の高川山の時に作ったパスタとかすっごい簡単なのでぜひ作ってみてください。お湯を入れるだけですっごく美味しいものが食べられるのはマウンテングルメなものです。これはね、何食べても本当美味しいんですよね。で特におすすめはレモン麻婆飯とキーマカレー、ボルケーノキーマカレーとかはねめちゃめちゃ美味しいので、簡単にすぐ食べられるっていうので、はい、かなりおすすめです。好きな食べ物、いくら。好きなラーメンのお店、これね意外と質問多かったんですけど、私ねそんなにラーメンのお店を知らないんですけど、一番好きなのは牛尾です。おすすめの食べ方はソース2回し、酢1回し、あとおろしにんにくをちょっと入れる、これも最高です。日本酒の銘柄、なんだろう、純米吟醸が好きです。で銘柄は父が、私が実家行くたびにいつもなんか新しい日本酒を買ってきてくれるんですけど、それがだいたい美味しくて、そう父が選んだ日本酒が好きです。登山中のお財布、これはねもうミニマライトのプレイウォレット、めちゃめちゃ軽くていっぱい入ってお気に入りです。山のゴミは小さなポリ袋に、液が漏れるようなものは入れて、でその後ジップロックでダブル密閉してますね。登山のためのトレーニング、やっぱりそれは山を登ることなんですけど、最近はちょっと走ってます。週に2回ぐらいかな、5キロから10キロ家の近所を走ったりしてます。あとは肺活量を鍛えるためにパワーブレスっていう器具があるんですけど、それをちょっと週に数回、本当はね毎日やった方がいいんですけど、それをねやり始めました。変わってるかはちょっとよく分かりません。だけどやらないよりはやった方がいいかなと思って最近はトレーニングしてます。登山後の体のケア、まずはお風呂にちゃんと浸かること、あとはアミノバイタルのゴールドをしっかり飲むこと。日焼け対策はとにかく下山後は炭酸パック、やっぱり日焼けには保湿がすごく大切だなと思ってるので、必ず炭酸パックをするようにしています。美容クリニックは通ってはないんですけど、定期的にシミ取りはするようにしています。最近行ってないのでちょっと今年はどこかで行きたいなって思ってます。メイク道具かさばるの、そうですね、私はもう山の時も旅の時も無印の自分でカスタマイズできるメイクパレットがあるんですけど、それにもうお気に入りのものを入れてそれを持っていくようにしています。なのでだいぶコンパクトになりました。汗冷えしないって言えばもうファイントラックのドライレイヤーです。もうこれ一択で、最近の山服は最近何が多いかな、ローロンマウンテンワークスのハイカーズパンツにアカットのシャツだったり、メリノウールの T シャツとかロン T を合わせるのがお気に入りです。ザックはやっぱりオカラエニッタのミッテンとリーテです。軽くていいですし形も可愛いんですよ。動画の編集時間、今はだいたい3日かな。で1日は4日目はサムネイル作ったりチェックしたりとかするので、トータル YouTube にアップするには4日ぐらいかかってます。勉強か、私が好きな映像作家さん
井上拓郎さんっていうチャンネルをやっている方がいらっしゃるんですけど、その方の映像を見てこういう風に撮りたいって思って、で見よう見まねで撮ってみました。であとはどういう風に編集をしたらいいかなっていうのは YouTube で見たりしています。 BGM、 これはねすっごいこだわっております。で以前はエピデミックサウンドとかアートリストとかそういうサブスクリプションのところから選んでたんですよね。でもいいなと思って決めて映像にはめた時に、すっごい絶景なシーンなのに失恋ソングだったりするんですよ。そうするとちょっとこれ使えないなっていう時とかが結構あったので、最近はsnow.com っていう AI で音楽を作るソフトで作ってます。でこういうのを作りたいってオーダーすると本当にその通りの音楽ができるんですよね。なので私はアコースティックとかチル系が好きなので、そういうオーダーをしたりしています。あと歌詞も自分で、こんな歌詞がいいかなっていうのを作って、でそれをその AI のソフトに入れると、もう映像とマッチするような音楽が出来上がるので、はい、そういう風に最近は作ってます。特にキナバルさんのところとか結構合ってる歌詞とかがあるので、ぜひその辺も注目して聞いてみてください。星の撮影、そうですね、月が出てたりとかによってまた変わってくるんですけど、タイムラプスだとだいたい2時間か3時間ぐらいは回してます。実際 YouTube 内で使うのは10秒とかなんですけど、結構まとめ動画とかでタイムラプス使ったりとかもするので、長めに撮っていいところを使うって感じでやってますね。思い入れのある機材、やっぱり最初に YouTube を始めるきっかけとなった DJI の Osmo Pocket です。初代のものなんですけど、これがなかったら多分 YouTube やってなかったかもしれないです。一番撮れたなと思う瞬間か、そうですね、尾瀬の朝ですね。尾瀬沼に朝もやがかかって、で朝焼けピンクのグラデーションになっていくんですよ、空が。それが本当に美しくて、それを映像に残せたり写真に残せたのはすごい良かったなって思ってます。写真集か、私あんまり写真が得意ではないんですよね。だけどいつかは出してみたいかなって思います。夫との馴れ初め、そうですね、すごいその質問結構多くいただいたんですけど、馴れ初めは仕事関係です。夫は登山は全くしてなかったんですよ。すごいインドア派だったんですけど、私が年に 1,2 回連れてってますね。この山いいからどうみたいな感じでプレゼンをして、納得してくれたらついてきてくれます。好きなところ、そうですね、優しいところ、あと頼りになるところ、尊敬できるところはず一日の中で一番幸せな時間は寝る時です。寝るの大好き。オフにするって決めた時はもう結構好きなだけ寝てます。昼寝大好きすごい寝たいなと思ったら寝てる気がする。でも10分とかね、尊敬する人、そうですね、特定の方っていうのはいないんですけど、やっぱり全力で好きなことを楽しんでいる人はすごく尊敬します。座右の銘、そうですね、昔から自画自賛です。で自画自賛って聞くとって思うかもしれないんですけど、私高校生の時からモデルのお仕事していて、でオーディションもやっぱ10回受けて1回受かるとか、そういう世界なんですよね。でそういう時にもうめげないために、あのオーディションはすごい頑張ったんだよっていう風に自分を褒めるというか、誰も褒めてくれないので、すごい頑張ったじゃないかっていう風に自分を奮い立たせるようにしてたので、今でもそれはあって、ちょっと小さいことでも頑張ったって思うことは、すごいよくやったぞみたいな感じで、自分自身を褒めています。
なので自画自賛って感じですかね。モデル以外ならそうですね、やっぱ作るのが好きなので飲食店で働きたい、シェフとか、あとソムリエさんとかなりたい。私それは一切なくて、今でもなんですけど、親は本当にもう私のしたいことをしなさいっていうのがもう小さい頃からずっと続いているので、一切反対はされなかったです。だから今でも自由奔放に生きています外国語私全く喋れないんですよね。だけど海外旅行とか大好きなので、もう全然物おじせず、この英語の全然レベルないですけど、はい言ってます。でも勉強しなきゃなってちょっと思ってます。中国語とかね覚えたいなって思ってますディズニーそうですね好きです。昔実家が千葉にあったので、お母さんと一緒に行ったりとかもしていました。で最近行ったのは姪っ子と一緒に行ったのだからかれこれ10年ぐらい前かな。そう最近行ってないですね。はいもちろんです。ぜひ話しかけてください。イベントやツアーの予定、そうですね秋にいろいろと予定していますので、また告知するので楽しみにしていてくださいそう最近ねトレランにもハマり始めたんですよね。で昔やってたのを再開してるんですけど、トレラン大会に申し込みましたが、ちゃんと完走できるかが不安なのでまだ内緒です。ただ秋頃40キロ走る予定です。自然体で暮らす秘訣、ストレスをためない、自由に生きる。銀の盾なんですけど意外と軽くて、ちょっと持った瞬間びっくりでした。で飾ってる場所は私の好きなものを置いてる場所がリビングのカウンターにあるんですけど、そこに飾っています。はい、これからのチャンネルでやりたいことはやっぱり変わらずに、私が見た感動した景色だったり、すごく心が動いた瞬間を皆さんにご紹介していきたいなって思いますし、参考が楽しくなるようなアイテムとか美味しい食べ物とかを共有していきたいなと思います。ということで Q&A コーナーいかがでしたでしょうか。本当にねたくさんの質問ありがとうございました。これからもマイペースな配信とはなりますが、皆さんに楽しんでいただけるような動画をアップしていきますので、ご覧いただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おはよう。疲れてきちゃったので8合目でお昼にして帰りたいと思います。帰りたいと思います。帰ろう。So many peaks beneath my feet, so many scenes that made me feel. Every hard and winding mile brought me closer to what is real. I'll keep these feelings close, keep recording what I find. Every mountain, every moment, let us change this heart of mine. With the memories behind me and the roads still ahead, I'll keep climbing toward the light with these mountains in my